はい、今ね、上野選手のお母様と一緒に昼食を済ませて、はい、美味しいご飯いただきました。はい、で、これからはい、旭川龍谷高校に行きます。お願いします。こう漁師さんがいて漁母さんとかがいて、そこで受け入れてくれて、食事の方は下宿先の漁母さんがやってくれてるっていうことで、集団生活の中でやっぱりしない生よりもやっぱり自分でやらないとダメなんで、成長しないですね。で逆に当たり前じゃないんだなっていうのがある程度自分でやらないとダメなんで、逆に成長してくれるって保護者は言ってくれてますね。本当ですね。ちょっとその後に丸山先生に技を教わるから、しっかり一応つけてください。いいですか？大宮が内股をやって、こっちに動いていったでしょ。こっちに動くぐらいの気持ちで。ストップ。かかとついてる。はい。かかとついてる。ここのここをもっと左足が全然違う。ストップ。はい。大宮の左足がここに来てるから、ここ。はい。この足がこっちに入らないと中に入らない。ほら、まだ。そう、今入った。はい。なるほど。開脚広がる？ペタッとなる。なんないね。硬いね。なるほど。だったら足を上げたときに、今足がこう上がったときと、こう上がったときと、足がぶれてる。こっちに行ったり、こっちに対してゆっくり大きくできるだけ大きく。今度は右の手よ。はい。おお、まっすぐ。後ろ。そう。顔が回ってない。ここで止まってるんですよ。向こう。意識して。はい。まっすぐでバン。まっすぐでバン。力抜いて上半身は顔回してもっとおおだいぶ良くなった。すごいね、いいね。自分で分かんないでしょ、どれぐらいいいのか。自分で気づいた方がいいよ。みんな欲しいのこれが。俺も欲しいもん。いいのね。お金払ってもこれは売ってないしね。今どうしてもね、もう分かってる通り柔道のルールってもう完全にタッパーは有利だからさ、有利なルールになったんだよ。
ぜひ生かすためには柔道力が必要です。これだけでも試合のあの4分間の中でひょっとしたらゴールデンスコアに入った中で相手がこうやってやるだけでこうなるだけでものすごい圧力になるんですよ。もう精神状態ドーンと落ちるぐらい圧力になる。目に見えない圧力。こういうことを試合でなぜ使わないのってもったいないですよ。試合の中で組み立てっていうものをしていかなくちゃいけない。とにかく試合っていうのは先ほど言ったようにもう一戦一戦が非常に重要だから、その重要な試合に臨むためにはもっと緻密に組み立てて自分の柔道を見つめ直してもっと意味のある練習、反復練習をやっていかなくちゃいけないということ。背負いの、入り方っていうのは飛び込む入り方っていうのはやったことなかった。ああ、そうなんだ。さっき言ったように内股と同じように中に入ってるから一発目こうやって引き出して入ってるような背負いっていうのはもちろん応用編で力の差があったり相手の動きをうまく利用できたりね、したタイミングでの技の決まり手になるんだけども、ほとんどがやっぱりね中に飛び込む。こっちの軸足が追って中に入ってる。一発目入った時にもうすでにここで相手が浮いてんだよ。ここで相手が浮いててここでだってね、これくらい当たらないのと今引っ張り出してるでしょ。柔道はこうなっちゃうの。これはね、強い選手がこうなるんだよね。強気。そうです。そうね、強い選手がこうなるんだね。はい。こうやって襟を取るときにどうしても手が当たっちゃうんだよね。そうするとこれがこうやって腫れて、で穴がこう塞がらないように綿を詰めてさ、あまりこう腫れちゃうと破裂しちゃうから血を抜かなくちゃいけない。面接も痛いですか今？痛いです。ガンガン痛いよ。頭ガンガンするぐらい痛い。夜寝れないですか？夜は冷やしながら寝てます。でも頑張らなきゃいけない。休めない。これぐらいじゃ休めないんだよ。ね。ありがとうございます。毎日欠かさずやってきたこととかなんかありますか？やっぱりさっき言ったように習慣ってとっても大切ね。毎日欠かさずやってることって歯磨き。やらなかったら気持ち悪いでしょ。歯磨きしないで寝るなんて気持ち悪くてしょうがないよね。習慣だよねこれね。それと全く同じように柔道での習慣ってやっぱりその時その時に応じて変わっていってます。ある時期はロープは絶対やってたの。ある時はウェイトトレーニングをやってもう短パンに張らして寝ないと寝れなかった。66キロ以下級なんですよ。でもねマックス130上げてたの。これはやっぱり120が10回上がらないと130一発は上がらない。120を上げるためには110を10回上げない。そんな自分の中でその目標設定をして、もちろん最初は70ぐらいだったんだけども習慣にしていった。ベンチプレスでできるだけ自分が日本一になりたいんであったら日本で一番マックスは上がる選手になろう。だってベンチプレスだとかウェイトトレーニングセンスは必要ないからね。ハートでしかないから、やるぜっていうハートでしかないから、俺絶対マックス上げてやるぞって、絶対夏までにとか来年のこの時期までにこういう体作りするぜって。これはね自分をまずね知りきらないとダメ。自分を知って計画的に緻密に組み立てて、今日は何をやる、今日は例えば80回何回やる、ね、そういうことをセット組んで、それを自分との約束として絶対条件としてやる。はい、続きやります。
お世話になりました。ありがとうございました。